肩がつながったので、今度は袖を編んでいきます。はい、まず袖はここから始めますね。まず1段目は、ここから拾っていく段になります。こうなっているので、ここが一番最初の段ですよね。この身ごろを編み始めた最初の段になるんですけど、ここの上のここに細編みが入ってるんですけど、ここですね。ここにかぎ針を入れてグレーの糸を引き出します。で1回ここでギュッとして、で鎖編みを1回します。で今の同じところに細編みを1目します。はい、でここで印をつけておきます。はい、今編んだ鎖編みと細編みの間に印をしておきます。で次の細編みのところに細編みをします。はい、で今ここに細編みが2つできたことになります。で次は鎖編みを2目です。1、2したら、この前の段の細編み2目飛ばして、1、2飛ばして3つ目、ここに細編みをします。はい、でもう一つ次のところにも細編みをします。で次は鎖2目です。はい、でまた2つ飛ばして3つ目に細編みでもう1回細編み。はい、という感じで細編み2目鎖2目細編み2目鎖2目をずっと繰り返してぐるっと1周してみてください。はい、今1周ぐるっと編んできました。最後のところに来ました。最後はですね、どうしても1目余るんですが、もうこの1目余ったのは無視して最初のこの印のところに引き抜き編みをします。はい、はい、でここで糸を引き出します。はい、これで1段目の完成になります。この糸端は後ろに入れておいて後から処理してください。はい、それでは2段目いきます。2段目からはオフホワイトで編んでいきます。はい、まず最初に入れる場所は、さっき1段目で一番最初に細編みを2つ編んで、次鎖編み2目だったんですけど、この鎖編みのところですね、ここに針を入れて白を持ってきて、ここで引き出して1回かけて引き出して、ここでギュッとします。で鎖を3目1、2、3、はい、でここで印をしておきます。鎖3目目の右半目と裏山、はい、ここに印をしておきます。はい、で同じところに長編みをあと2目入れます。はい、で鎖1目して、次の鎖2目のところ、ここですね、ここにまた長編み3目します。はい、で鎖1目します。でまた次のところに長編み3目します。はい、このような感じで1周ぐるっと編んでみてください。はい、今1周ぐるっと編んできて、最後のこの鎖2目のところに長編みを3目入れたところです。で鎖を1目して、この印のところに
き抜きます。はい、はい、これで2段目の完成になります。でこの後はずっと同じ編み方なんですけど、この立ち上がりのところだけちょっと奇数段と偶数段と違うので、今2段までしたんですが、偶数段はさっきの2段目と同じように立ち上がってください。で、奇数段はここから鎖を1、2、3目して、でここで3目目に印をして、はい、でもう1目鎖を編みます。はい、でもう次のスペースに行きます。ここで長編み3目、はいはい、奇数段はこのような感じになって、ぐるっと一周編んできたら、最後はここの最後のスペースのところに長編みを2目編んで、この最初の立ち上がりのところに引き抜き編みをしたら、ここに長編み3目あるような状態になります。これが奇数段と偶数段の違いになります。ちょっとぐるっと一周編んできます。はい、3段目を一周ぐるっと編んできました。はい、鎖編み1つ編んで、最後のスペースに長編みを2目します。1、2、はい。でこの最初にしておいた印のところに引き抜きます。はい、これで3段目ができました。このようにして奇数段と偶数段の立ち上がりをしていってください。はい、で袖をですね、今からこの白でどれぐらい編むかというと、はい、今私はこのような感じで編みました。さっきのこのグレーのところから数えて20段ですね、白で編んで、あとは模様を入れて、123456789 9段目まで編んで、あとはゴム編みという風にしました。このゴム編みの長さは 5.5 センチぐらいになります。ということで、ここをですね、袖をご自分のお好きな長さにするには、やっぱりこの白いところを伸ばすとか、あとはここを段数、このね模様の段数を増やすとかしてもらえればいいと思います。編んでる途中でこう私もしましたけど、何度もこう羽織ってみて、これぐらいがいいかなとかこう考えてこの長さにしました。ちなみにちょっと長さ測ってみようかなと。ここで40センチぐらいですね。肩はだいぶ落ちた感じになるので、袖短めでも私的にはここの手首隠れるぐらいまでにはなりましたけど、皆さんもちょっと編みながら羽織ってみてね、決めてみてください。はい、今袖を20段編んできました。このグレーのところから入れて20段ですね。で次は21段目でブラウンにするので、その色を変えるところやりますね。はい、今最後の長編み3目をして鎖編みも1つしたところです。で次はこの印のところに引き抜くんですけど、この引き抜く時に、次の色にします。でまず今表を見て編んでるので、この白い糸端を後ろにこうやってかけます。でもう印を外しちゃって、はい、ここに入れて、で次の色を持ってきます。はい、でここで引き抜きます。はい、これで20段目ができました。でここから、次の段ですね、21段目奇数段になりますね。123鎖編みをしたら、もうここからは今までの編み方と同じです。はい、3目目に印をつけて、
奇数段なのであと1つ鎖編みをして、で次のところに長編みを3つ入れます。はい、でこのような感じで1周編んでみます。でこの次の段がまた白が来るので、1段だけなのでこの白は切らずにそのまま残しておきたいと思います。じゃあ1周編んでみます。はい、今21段目を1周ぐるっとブラウンで編んできました。で奇数段なので最後はここですね。ここに長編みを2つ入れて、最初に印しておいたところに引き抜きをするんですが、ここでまた次の色に変えます。このブラウンは外側に向こう側にこうくるっとかけておいて、で次は白なので、さっき切らずに残しておいたこれを使いますね。はい、これで引き抜きます。はい、これで21段目の完成になります。で次は白で次はグレーになるので、このブラウンはしばらく使いませんので、もうここで切っておきますね。はい、一旦切っておきます。で白の方は今からも交互に1段ごとに出てくるので、白は切らずにずっといけると思います。はい、でここから22段目ですね。偶数段なので、123鎖編みで123鎖編みで立ち上がったら3目目に印をして、はい、でそのままこの下のスペースに長編み2目で鎖を1つしたら、また次に長編み3目というふうに、今まで通りの偶数段のやり方です。はい、はい、このようにして糸を変えながら編んでいってください。はい、今袖の一番最後の段の最後のところまで編んできました。はい、で次はグレーで袖口を編みますので、さっきと同じ方法でここで色を変えていきますね。今長編みをここに2目入れて、で印のところに引き抜くんですが、さっきと同じように、ここにまず入れて、ちょっとこれ取っておきますね。はい、でグレーを持ってきてここで引き抜きます。はい、はい、これで袖の最後の段の完成になります。でここでも白は使わないので切っておきます。はい、でここから袖口に入ります。まず袖口の、一番最初の段はここから拾っていく段になります。まず今引き抜いたところで、一回糸をかけてギュッとして、ここに鎖編みを1つします。はい、はい、今こうなっております。でここの下のところ、今引き抜いたところですね、ここにもう一度入れて、ここで細編みを1目します。はい、で今のところに印をしておきます。今細編みをしたところの頭ですね、鎖編みと細編みの間、ここに印をしました。はい、で次なんですが、ここに鎖編みが1つあるはずです。でその次の長編みの頭、この鎖編みは飛ばして、この次の長編みの頭ですね、ここに長編みがあって、ここになります。ここに入れて細編みをします。はい、はい、で次の長編みは飛ばして、その次ですね、
1つ飛ばして、その次の長編みの頭にそのまま入れて細編み、はい、で次は鎖編みがあるんですけど、そこは編まないで、その次の長編みの頭ですね。はい、はい、で次は、1つ飛ばして、その次の2つ目の長編みの頭、ここに細編みします。はい、このようにして1つずつ目を飛ばして細編みをしていきます。これはですね、なぜかというと、袖口を今から作るので、ちょっとここの広さをねギュッと縮めたいんですよね。なので、今からここが半分ぐらいの輪っかになるような感じに縮めていこうと思います。はい、こうやって一つおきに細編みをしていってください。はい、今細編みでぐるっと一周してきました。はい、で最後ですね、この3本あるうちの1本目の長編みの頭に今入ってますよね。で次はもうここになります。この印のところに引き抜き編みをします。はい、最後はこんな感じになります。はい、これでですね、だいぶ、割と縮まりましたよね。今からゴム編みみたいなのを編んだらもうちょっと縮まります。はい、じゃあ今から袖口のゴム編みいきますね。まず最初作り目をしますね。このまま今引き抜いたこのまま、鎖編みで10目します。1、2、3。はい、今10目しましたね。で、どのように進むかっていうと、これをこういう風に編んでいってぐるっと一周します。なのでこういう風に持ち替えて、はい、で今10目編んだところです。10目目に印をしておきますね。はい、でここで立ち上がりの鎖を1目編みます。はい、立ち上がりを編みました。でさっき印をしたところに針を入れて、ここで細編みを1目編みます。はい、さっきの立ち上がりの1目っていうのは細編みの場合は数に入れないので、今細編みここに1目編めたことになります。でちょっとここでもう印を付け替えますね。はい、今編んだ細編みの頭、鎖編みと細編みの間ですかね、ここに印をしておきます。はい、で次からは、ここのですね鎖の、左半目だけ、ここだけですね1本拾って細編みをしていきます。ここはちょっと最後が分かりづらいので、数えながらいった方がいいと思います。今1、2、3編めましたね。4、10。はい、今10目細編みが編めました。で最後にこの下の段の細編みのところに、今ここから出てるのでその次ですね、ここから出ているのでその次のところに入れて細編みをします。はい、はい、これで今1段編めたところです。でまた次のところに細編みをもう1目します。はい、今こんな感じになります。で次なんですが、次はくるっと編み地を返します。ちょっとこれ一回抜いておきますね。ちょっと分かりづらくなるので、くるっと半時計回りに繰り返して
でこのような感じになります。で次入れるとこなんですが、ちょっとこれがね邪魔になるのでちょっとどけておきますね。で今編んだのが細編み、今編んだ細編みとその前にここに編み入れた細編み2目あるんですよね。でその2目を飛ばして、その次ですね、この細編み1、2を飛ばして、その次のこの外側の半目だけですね、ここから始めます。ちょっと分かりにくい場合は1回数えてみたらいいと思います。これを1として2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、合ってますね。なのでさっきのところから入れていきますね。はい、で針を戻して、1つ2つ飛ばして次ここですね、この半目だけ、外側半目だけを拾います。はい、で細編みします。はい、このように外側半目だけを拾っていきます。さっきからゴム編みって私言ってますけど、本当はこの正確な名前は細編みのうね編みって言います。はい、うねみたいになるからでしょうね。はい、今10目編めたか数えてみますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、10目編めております。はい。で、ここで、1回1目鎖で立ち上がり、で、またくるっと返します。はい。はい、こんな感じになっております。はい。で、次拾うところなんですけど、今の立ち上がりがこれなので、ここですね、ここのところ、すぐ下のところですね、ここのまた外側半目だけ拾っていきます。ちょっと最初入れるところがわからないときは、ここかなと思ってこう入れてみて、そこから数えてみたらいいと思います。今1目ですね。2、はい、ちょうど10ありましたね。はい、こんな感じです。で、最後に、下のところに、さっきはここに入っているので、その次ですね、ここに細編みをします。はい、こんな感じです。で、このように交互に、外側半目だけを拾っていくことでゴム編みみたいな感じになります。はい、でもう一回次に細編みをして、でくるっと返して、またさっきみたいに編んでいきます。はい、でこのうね編みって結構目に入れていかないといけないので時間がかかるんですよね。なのであんまりこう焦らずに、もうゆったりとした気持ちで編んでみたらいいと思います。はい、これで一周ぐるっと編んでみてください。はい、今袖口このようにぐるっと一周編んできました。はい、一番最後のところまで来たらこのように上で終わっていると思います。はい、こんな感じになっていると思います。で、今からここを閉じていきますね。閉じるときは、この裏からやりたいと思うので、このように袖口をくるっと
返してください。ここで1つ鎖編みをしておきます。はい。はい、でこのように構えてください。ここから、かぎ針で閉じていきますね。はい、で最初はこの下になってる方の一番この上の目を拾ってここに、手前から針を入れて、で上になってる方はこの最後の細編みの頭、2本あるので細編みの頭ですね、ここを拾ってそのまま引き抜きます。はい、はい、次からも同じです。次の目に入れて、はい、で次の細編みの頭を拾って引き抜き、はい、次に入れて、はい、次に入れて引き抜き、はい、このようにして引き抜き編みでこの一番下まで閉じていきます。はい、今一番最後まで引き抜き編みをしました。はい、でもうここで切って引き出しておいて、はい、あとは閉じ針に通して処理をしてください。はい、このような感じで、閉じることができました。はい、左右同じものが2枚できましたね。だんだん形になってきてますね。で次はこの背中を閉じていきます。よいしょ。はい、で背中の閉じ方は、さっき肩を閉じたのと全く同じやり方なんですけど、ちょっと最初だけやってみますね。はい、今回はちょっと分かりやすいように白でやってみますけど、本当はグレーでやってくださいね。一番最初は、この裾、ここが裾の方で、こっちがここが襟になる方ですね。で裾の方から始めますね。この角に5目入ってるんですよね、細編みが。で、真ん中ちょうど3目目、ここが1目目なので、1、2、3、ここが3目目ですね。3目目の、外側の半目だけ拾います。はい、下から上に拾います。ちょっと今白でやりますけど、皆さんはグレーでやってくださいね。で上の方も同じように3目目を拾うんですけど、今度は上から刺しますね。ここが1目目、2目目、3目目なので、ここですね。ここ上から拾って、でさっきこの下の方になってるところにまたさっきと同じところに入れます。はい、最初の目はこんな感じになっています。はい、で次からはもう次々順番に拾っていきますね。上の方はさっきはここに入ってるので、その次ここですね。で下の方はここになります。はい、次はこことここ。はい、あんまりギュッと引っ張りすぎないようにしてください。はい、
こういう感じになってます。うまくできてるとこういう風に斜めに入っていくように見えます。ただグレー同士なので全然それは見た感じ、パッと見た感じわからないと思います。はい、でこのまま続けてこの、最後ですね、この首の後ろのところ、ここも細編みの3目めまで両方とも閉じてください。はい、今ね背中が全部つながりました。はい、これで形になりましたね。あともうちょっとです。あとはこの裾のところ、またこの袖口みたいにゴム編みをしていこうと思います。このようにくるっと返して、こちら側ですね、左側、前身ごろの左側のこの裾からやっていきます。まず一番最初に入れるところは、ここに角にやっぱり5目あるので、細編みがあるので3目めのところから始めますね。こうやって針で入れてみると分かると思うんですが、ここが1目目、2目目、3目目、ここから始めたいと思います。はい、ではグレーの糸を持ってきてここで引き出します。はい、で1回ここでギュッとしておきます。で、長さはさっきの袖口と同じにしますので10目ですね。ここから10目、1、2、3、10、はい、10目編みました。1目立ち上がりをします。はい、1目立ち上がりました。で、この細編みの今立ち上がったところの1つ前ですね、作り目の10目目のところに、左半目だけに針を入れて細編みをします。はい、これで1目できました。でこの左半目だけをずっと拾ってこの下のところまでいきますね。さっきの袖口の編み方と全く同じです。はい、ちょっと不安な方は数えてくださいね。はい、細編み10目編めたら次のさっき入れたところの次の細編みに入れてここで細編みをします。はい、でまた次の目に入れて細編みをします。はい、でここで編み地をくるっと返して今編んだ2つの細編みを飛ばしてここにあるんですけど1、2飛ばして3つ目の細編みの外側半目だけを拾って細編みのうね編みをします。はい、今10目2段目10目編めました。で、返す時は1回立ち上がり鎖で立ち上がりを1目してくるっと返します。ちょっとこの返す時身ごろを全部返さないといけないのでちょっと大変ですけどね。はい、くるっと返してまた、前の段のこの外側半目だけを拾います。今鎖編み1つしたので、そこを飛ばしてその次のここの細編みからですね。はい、こんな感じで続けていってください。でここの背中の真ん中、はい、今つないだとこのここが背中なんですけど、ここの手前まで編んでみてください。
はい、今ねここからこう編んでだいぶこの真ん中付近まで近づいてきました。ちょっとねずっと編んでて思ったんですけど、ここをね10目編んでこの全部をひっくり返してまた10目編んで全部をひっくり返してっていうのがすごく大変ですよね。結構な労力です。でもうちょっと簡単にできないかなって思ったんですけど、いい方法を思いつきました。はい、で今ここからここまで編んだとします。で基本編み地を返す時っていうのは反時計回りに返すって決まりがあるので、こっち側にこう返さないといけないんですけど、これをすると全部下から全部持ってこないとどんどんねじれてきますよね。でこれをもうちょっと簡単にするために考えたのが、で一旦これを針をちょっと一回抜いて、で本当は反時計回りなんですけど一回逆に時計回りに1回転してみます。で下の方はねじれるんですけどそのままで、はい、ここから立ち上がりの鎖を1目編んでここでくるっと半時計回りにします。はい、こうしたら下の方も返さなくて大丈夫なんですよね。でこれで、ちょっとここの根元のとこまで編んでいきます。はい、今10目編めました。で、次のところに細編みを1回します。でまたもう1回次のところに細編みしますね。はい、でここでまた返すんですが、半時計回りにこう、はい、これでさっき1周逆側に回したのでこれで元に戻ってきました。でここでまたここからこの先の方まで編んでいきます。そしてここまで編んだらまた逆に時計回りに1回転させて編んでいくというやり方をすれば、この下の方は全然動かさないでこの上だけで済みます。是非やってみてください。はい、今半分ぐらいまで編み終わってこの中心の背中の中心の近くまで来ました。でこの中心のところをどこに入れるかなんですけど、今ここからこう編んできて次、細編みするとこなんですが、こう角ですよね。ここの角の今1つ目まで入ってます。でその2つ目ですね。ここに細編みをしてでもう一回細編みするので次ですね、この3つ目の細編みのところ角の123ここまでします。はい、でまた普通にここから編んでいきます。はい、ここまで編みました。で次なんですが、次はもうこのつないであるところですね。2つのモチーフをつないであるこの真ん中のところに針を入れて、でここで細編みします。はい、でもう一回細編みするんですが、角に入ってるこの次の角に入っている細編みが、ここで3つ見えます。123こう3つ目まであるんですけど、この3つ目ですね。はい、はい、こうですね。でひっくり返してまた同じように編んでいきます。はい、このような感じになりました。であとは今まで通りずっと編んでいってください。はい、今裾の方ですね。あともう少しというところまで来ました。今ですね、この
最後の長編みの上にある細編み、ここに入れて、ここまで入っています。であと、細編み1、2、ここまでですね入れていきたいと思います。なので、こちらで言うとあと2段ですね、編んでいきます。はい、ここまで今10目編みましたので、次の細編みに入れて細編みをします。で最後ですね、この角の2つ目の細編みのところまで入れて、はい、細編みをしました。でくるっと回して、最後の段を編みます。はい、今10目編めましたので、ここで糸を切って、はい、で引き出しておきます。はい、で今、こんな感じで終わりました。こちら側が表ですね。でこちら側が裏なので、この糸は裏の方で、処理してください。はい、このようにとじ針に通していつものように糸始末をしてください。はい、こんな感じになります。みんなの編んだものコーナー。はい、久しぶりにやってきました。みんなの編んだものコーナーです。まずお一人目はインスタグラムから匿名希望さんのご応募です。グラニースクエアのハットですね。3枚編んでくれました。色がとっても可愛いですよね。こちらのグラニースクエアのハットは、とても人気があって、よくインスタとかで、見かけます。本当に皆様ありがとうございます。これからも編んだらぜひ私にお知らせくださいませ。インスタを見ててね、気づいた時はなるべくお返事をするようにしています。はい、とっても可愛い色で編まれたハットでした。匿名希望さんありがとうございました。はい、お次はインスタグラムからゆかり様からのご応募です。こちらは朝日新聞出版の肌触りの良い糸で編む可愛い色のベビーニットという本の表紙になっている帽子ですね。これを編まれたということです。この形めちゃめちゃ可愛いですね。これね、赤ちゃんの時に編んだそうなんですが、大きくなって今でもまだかぶれますということでした。このね、色も形もすっごく可愛くて、なんか童話に出てきそうな感じがしますね。すごい可愛いです。この本ね、この肌触りの良い糸で編む可愛い色のベビーニットっていう本、私もすごい好きで、皆さんおすすめですよ。赤ちゃんいらっしゃる方、ぜひ見てください。ゆかり様ありがとうございました。はい、お次は X 旧ツイッターからフリンク様からのご応募です。こちらはですね、私が以前出した動画のダイアゴナルステッチのミニブランケットっていう動画があるんですけど、それを見て編みましたということです。閉じはぎが苦手なのでそのまま大きく編みましたということですね。この大きさはすごいですよね。ソファーがもう丸ごとくるまれちゃってるっていうかすごい、私もここまで大きいの編んだことないんですよね。でこれは湯沢屋さんのワンダーコットンという毛糸を 6.4 玉使いましたって書いてあります。本当にすごいですよね。時間もやっぱりかかっただろうし、近くで見たらもっとなんか迫力あるんじゃないかなと思います。いいですね。私も編んでみたいです。フリンクさんありがとうございました。はい、みんなの編んだものコーナーご応募お待ちしております。X 旧ツイッターまたはインスタグラムよりご応募ください。概要欄にリンクが貼ってあります。はい、このように裾のゴム編みも全部できて、グラニースクエアのカーディガンの完成です。皆様お疲れ様でした。
ちょっとね大きくて画面に入りきれてないので、ちょっと別画像で、自分で着てみました。はい、どうぞ。はい、このような感じになります。割とね袖とかゆったりしてて着やすい感じになっております。はい、今回はグラニースクエアのカーディガン編みましたけど、いかがでしたでしょうか。私的にはですね、大きいものですけど編み方自体は全然簡単な、本当にグラニースクエアなので、編んだことある方はねもう簡単にどんどん編んでいけるんじゃないかなって思います。あとですね、このゴム編みのところがやっぱりちょっと時間がかかっちゃうんですよね。でもやっぱりゴム編みあった方がなんかカーディガンだなっていう感じもするし、達成感もあるんですよね、編み終わった後に。なのでやっぱりつけた方がいいと思います。ゆったりとした気持ちでね気長に編んでいただければと思います。はい、で使った毛糸の量なんですけど、意外とたくさん使いまして、途中で何度か買い足しに行きました。まずですね、このオフホワイトの方が7個ですね。でブラウン、こちらのブラウンがこちらは1個で済みました。でグレーの方がですねやっぱり意外とこのゴム編みとかも入ったので、結構使って2玉とあとちょっといりました。だからやっぱり3玉グレーはあった方がいいです。はい、でこちらのフラッフィーっていう糸ですね、やっぱりふわふわしてて、編んでる時にもねこうやって持っているのが気持ちがいいんですよね。全然チクチクしないし、なので着心地もとってもいいと思います。はい、今回はカーディガンを編みましたがいかがだったでしょうか。この動画が分かりやすかったとか参考になったという方はぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。次回は、こちらの糸を使って膝掛けを編んでいこうと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。編み物って楽しいまゆでした。バイバーイ。